ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。 IKEA では10月度の新商品が780点以上追加されました。その中から特に注目のアイテムを今回は紹介していきます。あとクリスマスアイテムも速報ベースでご紹介します。 IKEA のクリスマスは毎年早い者勝ちです。では行ってみましょう。 IKEA が最も盛り上がるシーズン、クリスマスが今年も始まりました。ただ毎年のことなんですけども、人気のものがすぐに売り切れてしまうんです。あと在庫が少ないもの、それ以外のものはゆっくり選んでいただければいいので、今回は早く売り切れてしまいそうなものから紹介していきます。まずはグスタフさんとのコラボアイテムのこちら、デコレーション性の高いポータブルライトです。充電式乾電池を使えば USB を挿して直接充電することができます。こちら購入できたので次回詳しく紹介します。隣の赤いランプがめちゃくちゃ可愛かったです。光り方がとっても綺麗でした。なんかグラデーションになっててすごい綺麗。こちらも同じ仕様で充電式乾電池を一緒に買ってください。あと鼻をタッチすると光るトナカイのオブジェもとっても可愛かったです。この LED キャンドルもすごく素敵で、この緑の1本タイプと赤の4連タイプが売ってます。いや気づいたら買ってましたね。でこちらは普通にコンセントに挿して使うテーブルランプなんですけど、すごく可愛かったです。もう全然クリスマスじゃなくても使えそうです。あと吊り下げ系も今年めちゃくちゃ可愛いのが出てます。このあたりのものはコードセット別売りとなっているものもあるので、購入の際はご注意ください。クリスマスじゃない新商品も紹介していきます。説明コーナーに大変見るのを楽しみにしていた新商品があります。こちらのちょっと変わったデザインのシェードです。色味といい形といい和室にも合いそうな雰囲気がとてもいいなと思いました。驚きなのがですね、こちらバーチ材なんですよ。これがバーチ材っていう最初意味がわからなかったんですけど、実物を見ると確かに木でしたね。だからこそこの質感が出せていいのかもしれません。ただ組み立てがすごく大変だという話を聞きました。確かにパズルみたいな形してますよね。パズルが好きな方にいいかもしれません。続きましてデコレーションコーナーです。今期はキャンドルが豊富です。このスパイラルキャンドルが日本にも入ってきて大変私は喜んでいます。IKEA価格で本当にありがたいですね、キャンドルは。でこのようなクリスマスカラーのブロックキャンドル、毎年出るリンゴのいい香りのキャンドルも出ています。クリスマス以外の新商品でももうすぐクリスマスシーズンということでキャンドルコーナーが充実しています。こちらはティーライトホルダーなんですけども、このちょっと下駄を履かせたようなデザインもすごく素敵ですし、この3点セットなんですよ。この3色セットで売られてるんですけども、色合いすごくおしゃれですよね。ホワイトのみマットな質感なのもおしゃれです。お値段もとってもリーズナブルです。あとはこんなメタリックカラーのティーライトホルダーも出ていました。ストックホルムコレクションのティーライトホルダーもずっと売り切れてたんですけども、在庫安定してきているみたいですね。こちらのゴールドとブラックのキャンドルホルダー、ストックホルムコレクションなんですけども、どちらもとっても重たくてですね、重厚感があって素敵なんですよ。でまたこれはひっくり返すとキャンドルホルダーになって、長いキャンドルをさせるようになってて、ひっくり返すとティーライトホルダーになるよという2通りの使い方ができます。モダンなデザインで2個セットなので存在感もあります。かなり高見えしますよ。あとこちらはたまに色違いが出るキャンドルホルダーなんですけども、今回こんなゴールドカラーのものが出てました。私これのグレー色みたいなのが一時あって、それを持ってるんですけど、これ使いやすいんですよ。こう3個高さが違うようにできているのでバランスが取りやすいです。今期の新色はゴールドっていうかちょっと黄色みの強いゴールドかなと思いました。造花も一気に新商品が入っていました。 IKEA の造花はグリーン系が結構当たりなのが多いかなと思いますが、このライラックがすごく綺麗でした。飾るときは不透明の花瓶を使うと水が入ってなくても違和感が出ないのでいいかなと思ってます。次は棚なんですけども、見せる収納と隠す収納を自在に組み合わせられる棚なんです。
他国では半年以上前から販売されているもので、ついに日本にも入ってきました。この幅の広い枠と狭い枠を自在に組み合わせることができて、さらにこの引き戸部分も好きな場所に設置することができます。でちゃんと配線が通しやすい工夫がされていたり、一番下の段は幅木を避ける構造にもなっています。こちらの例では幅の広い棚と狭い棚を組み合わせてますよね。でこちらの例は幅の広い棚2個分を使った例です。あと背板がないのも特徴で、軽やかな風に見せてくれます。オンラインサイトにプランナーがあるので、お好みに組み合わせてみてください。世界中から注目されていた新商品が復活しました。こちらのオープンシェルフなんですけども、販売してすぐ不具合があって7ヶ月以上の沈黙があったんですけども、ついに復活しました。品質改善に取り組みというふうに書いています。こちらのシェルフは過去の復刻コレクションの一つです。この棚板が表面裏面で色が違うんです。あとこの側面の色も違うので、自分の好きな面を向けて使うことができるというオープンシェルフです。もともと復刻コレクションということもあって、ちょっとレトロな雰囲気がして素敵ですよね。実際に購入された方からお写真をシェアしていただきました。スヌオさん、いつもありがとうございます。想像の 1.5 倍は大きかったとおっしゃってましたが、本当部屋の主役になってそうです。キッチンコーナーの新商品です。私は結構これ待望のアイテムだなと思ったんですけど、大きめサイズのガラスの保存容器です。竹の蓋バージョンなんですよ。今までね、竹の蓋のこのサイズのガラス容器ってなくて、ガラスの蓋のやつはあったんですけど、この竹の蓋の方が上面がフラットなので収納しやすいですよね。小麦粉とか大きい袋物をその袋ごとガバって私は入れたくって、この大きいサイズいいなと思いました。ガラス製なのでプラスチックよりお手入れもしやすいと思います。右に映っているのはもう少し細長いタイプです。こちらも使いやすそうです。キッチン周りが一気に可愛くなりそうなシリーズが出ています。以前からあるものにプラスして3種類新しく出ていて、そのうちの一つがこちらです。2段になったボックスです。こちらは2段になってますけども、上下バラバラで使うこともできます。でいずれも常温保存できるスパイス瓶や野菜なんかを整理しながら可愛く置くことができます。キッチン系のクリスマスグッズで注目したいのはこちらの蓋付き容器です。めちゃくちゃ可愛くないですか？陶器製でお菓子を入れたりすることができます。もう結構大きいので収納場所を考えないといけないですね。あと定番のペーパーナプキンもクリスマスのカラーが出ています。今年はもう買わんとこうと思ってたんですけど、気づいたら買ってましたね。今年のパターンめっちゃ可愛いんですよね。この格子柄みたいな買いました。他にもハート柄や結構便利なミニサイズバージョンは今年はグリーンが出ていました。意外とこのサイズもお菓子に添えたりするとバランスが良くて使いやすいです。あとはピンクのミニサイズのペーパーナプキンも出ていました。こういうシーズンものはこういう消耗品こそ季節感を出すのに取り入れやすいのでとてもおすすめです。あとキッチン系でいうとこちらのボタン型のトレイもとても可愛かったです。これに乗せてお茶を運んだら盛り上がること間違いなしです。ディスプレイに飾ってもすごく可愛いと思います。しっかり重さはありました。あとはグスタフさんとのコラボアイテム、もうすごいグスタフさんファンなのかな、すごい大量に買っていらっしゃる方がいっぱいいらっしゃいましたね。この辺りの食器は磁気製で電子レンジ対応食洗機 OK となっています。この花瓶はほんと争奪戦の末即売り切れ、しかもなんか在庫数もすごい少なかったみたいですね。結構楽しみにしてらっしゃる方がたくさんいて本当残念でしたね。買えた方おめでとうございます。次は収納関係の新商品です。ポーリケというハンギングタイプの収納があるんですけども、こちら新しくブラックが発売されました。私もこれキッチンで使ってまして、水筒を入れたり空いた空間を活用するのにすごく便利です。ブラックが貴重の方ですとか、こんな風にブラックのバスケットと合わせたりするのにとても素敵だなと思います。カラックスのこの棚の幅にも合うんですね。
棚の空間をうまく仕切れていていいですね。この下の段で使われている2分割にするインサートも日本の IKEA では今年から発売されています。あと4分割バージョンも出ています。カラックスお使いの方はぜひチェックしてみてください。ポーリケはこのように棚板にクランプして使うことができるんですけども、イーバルに設置してある例もありました。こちらは子供部屋のルームセットです。人気のぬいぐるみ収納に新色が出ていました。オレンジすごく可愛いですね。今年結構オレンジのものが多いんですよね、IKEA。この収納は非常に軽くてお子様も扱いやすいと思います。メッシュ素材で通気性も抜群です。ぬいぐるみのマンションになります。またこのメッシュの布地は取り外して洗うこともできます。またキッズコーナーに面白いアイテムが出ています。こちらは冒険心をくすぐるアイテムとなってまして、一つは手回し式のライトです。手回し式っていうか引っ張るんですけど、引っ張ることで充電されてライトがつくよというアイテムです。ちょっと片手にカメラを持っていたのでなかなか引っ張るのが難しかったんですけども、手回し式の前あったじゃないですか、見るみたいな形のライト、あれよりも楽かなと思いますね。エネルギーのことが学べますし、電池のいらないライトとして重宝するんじゃないかなと思います。お子様は喜びそうですね。もう一つあって、こちらは望遠鏡ですかね。遠くのものを見ることができるアイテムです。確かにちょっとこのカラーリングがジャングルっぽいですよね。おしゃれなルームセットを見ていきましょうのコーナーです。こちらは12畳のリビングダイニング、壁面収納で叶える多機能リビングというテーマだそうです。テレビ側にはベストの壁面収納がずらっと並んでいます。この途中でデスクが置かれていまして、その高さとデスクの高さと合わせているのがすっきり見えてていいですね。ダイニングチェアが私も持ってます。スカンスネスシリーズです。この後ろの面にあるのがリンドビーンのミラーで、これもうち一緒ですね。うちはホワイトを使ってます。こちらのシェルフなんですけども、オープンシェルフなので飾り棚的な感じなんですけども、途中にこの背面がついている場所があってディスプレイが映えるという、そういう仕掛けのあるシェルフとなっています。あとこちらのソファーなんですけども、こちらはソファーベッドになってます。一人掛けのソファーなんですけども、ベッドにもなります。ベージュ基調でところどころブラックが効いてて素敵なルームセットです。こちらは IKEA 東京ベイにある収納に力を入れたルームセットになっていて、とても面白いのでお店に行かれた際はぜひ見てください。まず売り切れてて入手できなかったアートが飾ってありました。やはり素敵。ダイニングの後ろはビリーが並んでいます。本棚のビリーです。キッチンの後ろにスコーディスの有効ボードが設置してあります。大きいのが2枚設置してあるんですかね。かなり面積を占めています。キッチンでも便利そうです。このポケットのようなアクセサリー最近出たんですけども、こんなトレイとかいっぱい入れても平気なんですね。知らなかったです。トレイって結構収納場所困るんでいいですね。新商品の鍋敷きも入っていました。こういう風にパッと取れるのはとてもいいですね。スコーディスの有効ボードの便利なところだと思います。スコーディスに上にネーブリンゲっていうライトがくっつけてあります。クリップしてあります。あれは真似したいですね。IKEA のルームセットを見るときはぜひこういう戸棚の中も開けていくようにしてください。でここで注目したいのはやはりバリエラのインサートシェルフです。非常に頑丈なのでこんなキッチン家電も載せることができています。結構コメントでもお鍋とか載せてるって方いらっしゃいます。他の戸棚の中でもバリエラのインサートシェルフが使われていました。ダイニングセットはトーンスタードシリーズが使われていました。トーンスタードシリーズはちょっとお値段高めなんですけども、素材がとてもいいので素敵なんですよね。しかもこちらは伸長式タイプです。角も丸くなっているのが特徴です。
IKEA のチェアを見る際は必ず座面の高さをチェックしてください。こちらのトンスタードシリーズは47センチ、かなり高めの方です。IKEA の中でもほんといろいろなんですよ。ただクッション性のある座面なので数センチは下がる気はしますけども、購入検討されている方は必ず座って確かめてください。靴を脱いでね。クリスマス関連を速報ベースで紹介していきます。クリスマスモチーフのバッグ、今年はこのチェック柄非常に可愛いですね。クリスマス柄はプレゼントを入れるのにも使えますし、クリスマス関連グッズを収納しておく時にも使えます。今年の IKEA はグリーンとレッドっていう原点回帰なデザインとなってます。ブルーのパターンも可愛かったです。あとこの四角いタイプはチャック付きになってまして、ツリーなどを収納するのに便利な形です。こんな山盛りあるんですけど、人気な柄はすぐになくなってしまうんですよ。もうハロウィンもね、一瞬でしたよね。はい、こちら花瓶、オンラインで見ている時にとても気になってたアイテムです。思ってた2割ぐらいはちょっと大きかったです。白いフロストガラスがとても綺麗でした。クリスマス関係なく使えそうなデザインなのもいいなと思いました。そしてこの価格ほんとすごいですね。 IKEA しっかり安定感があっていいなと思いました。別にお花いけなくてもこれ単体でオブジェとしてすごく可愛いと思います。なんならちょっと小物入れとかにしてもいいんじゃないって気もしてます。粘着テープローラーを収納したりできそうじゃないですか。わかんないですけど、こちらは上に行くにつれて少し細くなった形状をしていました。雪だるまみたいで可愛いですね。で、今年のオーナメントなんですけども、一番メインのデコレーションがこんな感じでして、大きなリボンがとても目立っています。こちらみるみる売れてました。このリボンすごく可愛いですよね。紙製なんですよ。もう持って帰ってる時にも折れちゃいそうな紙製です。で、裏はクリップがついてまして、ツリーにすごく飾りやすそうだと思いました。消耗品だと割り切っててすごくいいと思います。どうせ毎年可愛いの出るんですから。あとこのドーナツ型のオーナメントもすごく可愛くて買いました。あとこちらのドデカオーナメントも買いました。この想像より4倍ぐらい大きい。最初びっくりしましたけども、あえてでかいのがいいんだなと思いますね。で、あとこちらの紙製のキャンディーのオーナメントも買いました。これは軽くて良さそうです。あとこのマッチ棒のライト、日本にも来ました。インパクト抜群で可愛いですね。ラッピングコーナーは今年も充実してました。今年はこのチェック柄とっても可愛いですね。あと他には赤系、水色系が出てました。ラッピング系は IKEA 安くて可愛いので強いなと思います。コミュニティ投稿たくさんありがとうございます。やっぱ思ったんですけどね、 IKEA 好き同士でワイワイできるのが最高に幸せだなと思っております。あと皆さんのお家の IKEA をね見れるのが眼福です。次回はクリスマスの商品をたっぷりお届けできるかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。